おはようございます。画家のぎそです。今日はですね、アクリル絵の具をお見せしようと思います。アクリル絵の具で人物画を描いたというものでございます。モデルはですね、こちらですね。ありがとうございます。とある方のお孫さんから送っていただきました。ありがとうございます。アメリカに在住なんですかね。お友達ということで、非常に、素敵な女性だなというふうに思います。メガネとかすごい慎重に描いておりますけども、あとはやっぱアクリルで人物の肌描くの難しいですけど、ちょっとずつおじさんも上手くなってきましたんで、よかったら最後までご視聴いただければと思います。それではどうぞ。それでは解説をしていこうと思います。本日もよろしくお願いいたします。今日はアクリル絵の具ですね、紙パレットを用意しました。そしてこれキッチンペーパーですね。いわゆるキッチンペーパーに水を浸しておきました。でコバルトブルーに、バーントシェンナに、バーントシェンナかなに、今回なかなかアクリル絵の具うまいこといきました。ちょっと人物を描く、イエローカだと思います。ちょっとねもう微妙に色間違うことよくありますのでね、皆さん後でこれはピュアレッドスカーレットなんかそういうカドミウムレッドに近いような色かな。これは何ですかね、セルリアンブルーかな。すみません、よく寄って見てみてください。おじさんはねレモンイエローだったと思います。このキッチンペーパーでアイボリーブラックだと思いますけど、で、ジェッソの白。これはリキテックスさんですね。お夫婦さんの絵の具を使ってますね。これもね。で、を使っております。で、画面全面に水を浸して均一になるように、もっと大きいハケでもいいと思いますけども、塗っております。で形はこれ転写しました。で転写は、写真紙じゃなくてコピー紙みたいなものに、プリントアウトして、それでバーントシェンナとコバルトブルーですね。でなぞっていく、後ろにこうパステルをすり込んでなぞっていくということをしております。でちょっとこう軽めに陰影をつけながら、最終的な人の肌になるより少し暗めにこう塗っていくという。でこれはですね、パステルの線なんですけども、ちょっと失敗したなと思ってるのは、まず一つは、結構線が消えすぎてしまったんで、ある程度しっかりこうもう形間違わず描きたかったらば、水を浸す前ね、パステルで転写した後に、その線をなぞってあげておいた方がいいかなというふうに思います。黒とか黒だけだとちょっとあれなんで、茶色とか混ぜたりとかしてですね、少しこう暗いようなので、なぞっておいてもいいかなと。でこの辺でも実はだいぶ見えなくなっているんですけど、大丈夫かなと。乾いたら見えるようになるやろうとかっていうわけわからん過信があってですね。でちょっと最終的な完成よりも少しこう暗めにこう色を落としていっております。そして背景もこれはでもう一つこう失敗というか、少しそれでも自分の中で直したんですけど、スマホの多分撮影やと思うんですけども、結構近くで撮ると魚眼レンズ的になるんですよね。で魚眼レンズ的にちょっとなってるのを少し、例えば顎のあれとかをこう下からこう見てる感じで、そこの方がちょっと大きくなったんで少しこうシャープにはしたんですが、それでもちょっと、体の方とかも少しこうちっちゃくしてたりするんですけども、その辺っていうのがちょっとこう魚眼レンズっぽさがちょっと抜けきらんかったかなっていうところが、そのあたりとかっていうのを人とかの写真使う時はちょっと書き出しの段階で注意しないといけませんのでね。で人物とかを描くの苦手やっていう人のためにちょっと人物をだいぶこう強化月間的に、そして外国人の場合っていうのはやっぱりこう陰影というのがですね、ある程度こうしっかりついてくる。ただこの写真に関しては陰影ないから難しいですよね。この辺りですよね。だからこうある程度自然光とかで一方向から光が来てるとかっていう風にしてあげた方がやっぱり描きやすいですよ、皆さんはね。今やったらね、これぐらいのこうコントラストおじさんみたいについてるぐらいの方が唇とか描いてってますけど、描きやすいです本当にそこは。でまだ乾かないうちに、描いていっております。ちょっと電気つけますね。はい、ここもうペットって電気つきますのでね。でおでこのところにちょっと暗い色ありましたけど、もう一回ちょっと暗くしつつも、ここのところ下から光がぐっと当たってるような感じみたいなのを少しこう印象付けながらも、この辺りでちょっとこう目の形とかが見えにくくなっておりますね。でちょっと若干暗くしつつ、思い切って暗くしすぎるとそこからこうリカバリーするの難しいので、僕はこのぐらいがいいのかなという
感じかなと。でちょっと赤っぽく見えるところとかは赤系を少し差し込んでみたりとかしていっております。ね、もう本当にこの辺りの色の雰囲気みたいな、そして形の中だけで収まるんじゃなくてはみ出してってもいいので、輪郭なんかも少し横と横がにじみ合ったりとかしてもいいぐらいの気持ちでやられてもいいかなと。でも体の方とかになってくると少し絵の具が乾いてきておりますけども、乾いてきています。でもう一回目のコントラストみたいなのを少しつけて、だから光がなかなかなくて立体的な感じ、立体感の出し方みたいなのっていうのはやっぱり陰影みたいなのが、光影みたいなのがあることによって立体っていうのは描きやすくなりますね。だからなかなかですね。でこの影の中っていうのはどのぐらいの色かなとかっていうのをもう何色か分かんないでしょ。このなんかパレットのところとか見てみたりすると、何色な、茶色なんかな、ブルーかな、その辺の微妙な色とかをやっぱり原則論としてやっぱ混色するっていうこと。透明水彩って意外と混色しなくてもいけます。画面の中濡れてる状態で混色していくみたいな感じでも面白かったりしますけど、アクリル絵の具とかはだいたいしっかり混色していったり、油絵の具なんかはもう絶対混色です。ものすごい大事です。そしてこれかなりの思い切ったブルーっぽい色ですよね。この辺はなかなか勇気いりますけど、ちょっとブルーっぽすぎたなっていうので影は少しリカバリーしていきましたけど、少し初めに水とあれして半透明ぐらいの色から今度は不透明の色みたいなのを置いていきました。でこの辺のバランスでちょっと初めの半透明ぐらいの色も塗り残りつつ、不透明の絵の具とかそこの微妙ないろんなものがあるといいなと。全部が不透明になりすぎない方が意外といいのかなっていうふうに思ったりとか、あんまり失敗しない、すごく難しいとこかもしれませんけどもっていうことも少し覚えられておいてもいいのかなというふうに思います。でちょんちょんちょんと不透明の絵の具とかを置きながら全体も見ながら、特に人の顔のところもちろん中心的に描いていきますけども、周りのところとかもある程度ですねかっこよく終われたら理想的ですよね。でこの辺っていうのはお化粧もねやっぱ難しい、面白いですよね。なんかね日本人を僕は多く描いてきましたけど、いいですね。やっぱ外国の女性とか描くの面白いですね。やっぱ面白いですね。もう何でもやりたいんですよ。おじさんも病気なんて何でも描きたい。もう中高年の方とかもね、ずっとスウェーデンのひなさんから送られてきたところから続いてですね、いろんなものを描いてもね、でこの辺ギュッと一回ですね形をしっかり目とか出してあげようと思ったんですけど、奥の目のとこは見えてたんですけど、ちょっと手前側の目の方がどこが何書いてるかよくわからんっていう風になってました。最悪コピーを残しておいて、ちゃんとなんていうか、コピーを上に載せて転写するんですけども、ちょっとなんていうのかな、ここで貼りましたよっていうのを分かります。なんかちゃんとしといて、また分からないようになった時のためにコピーを残しといて捨てずにね、でそれをもう一回載せてっていう方でもいいかなと思います。どこでやってるかな、モデリングペーストでごちゃごちゃやったという、あんま視聴回数出てない動画なんですけど、そこで途中で、いよいよ形見えるようになったからやったというところがあると思うんですけども、この辺は白目とかですね、抜きにして一回暗いとこギュッと置いてみようかなと思いました。そしてちょっと布団をつけながらね、このほっぺたのところのブルーグレー系をどこまでこの下地を活かせるかですね、違和感なく溶け合わせれるかっていうことが今回の最大の難しいとこかなと思いながら、でもあれぐらいのボンと不透明を置きたくなったっていうかですね、でちょっと形をもう一回取り直すような時間帯みたいな感じで今やっていってます。やっぱりこういう時間帯もすごい必要ですよね。耳の形よく分からなくてね、ここかこの辺かなとかっていうことでですね、ちょっと直しました。ちょっと魚眼レンズっぽさみたいなのね、なかなか難しいとこなんですけどね、そのあたりとかっていうので、唇とかいいですね。この紅っていうのがおっちゃん好きな、おもろいです。紅、おっちゃんもねたまに紅塗るんですけどね、本当韓流スターみたいですからね、すみません、本当適当なことばかり言ってますけど、ですね、これからも男性も女性もない時代でございますからね、私もちょっと嫁はんの紅をつけてこれからねショッピングにでも行かんといかんななんて思ってます。適当なこと言ってますけど、でこの辺っていうのはね本当にちょっと一回形を出すという気持ちでやってます。で僕の場合はなんかもう
今ちょっと一回決めてみようかなとかっていう瞬間決めたり、ちょっと潰そうかな思ったら潰したりとかっていうことをしたりします。そしてこうハイライトに近いようなものを置いてってます。リキテックスさんのジェストの白だけじゃなくて、途中からリキテックスさんの白を使ったりもしだしてます。このお夫婦さんの白がちょっとこうもうなくなってしもたので、違うものを併用してます。別に違う会社を使っても別に問題ないと思います。会社の人によっては同じじゃないとダメだっていう人いるかもしれませんけどね。やっぱ自分のところの商品売りたいからそうなりますわね。っていうことで、少しこうハッチング的にこういきなり細かい線とかでやるんじゃなくて、少し毛の先っぽがファッとこう広がってるようなね、こうファッとこう広がってるのでシュッってやるぐらいの気持ちで、やってってます。で見て分かる通り本当にこう手がいろんなところに動いていきますよね。でやっぱりこう局部だけにならないようにしながら少し、そして眼鏡まだかけへんのかいって突っ込んでるかもしれませんけど、薄く線も残ってますし、でこの辺はこうね、薄いブルーグレーの上にちょっとこう暖色が塗られました。でもこれが薄く透けてこんかなと。ちょっと乾く時間待ってみてくださいね。そうするとほらなんとなくこうブルーグレー感じませんか？わかります言うてること。ね、乾いてくるとまた下の絵のがちょっと透けて見えてきたりとかするので、この辺もう一回明るくしてやろうと。もう一段階。これなんかもう毛がねちょっとこう先がギュッとなってるので、それを利用してギュッとかってペーッとなってね、何を言うとんねっていう感じかもしれませんけど、全然周り描いてないですよね。人の肌がある程度落ち着くまでは。そしてメガネですね。いいですね。僕も鼻メガネしよっかな。鼻メガネですね。ありがとうございました。全然見えへん。老眼なんでですね。いいですよね。鼻メガネというわけじゃないですけどね。このメガネおしゃれやな。いいな。売ってへんもんな。田舎にはなっていう感じですけど、こういうとこね、慎重に描いていってます。慎重に描いていってます。この辺は、筆に関しては、いくらやったかな、2000円ぐらいで10本セットぐらいで売ってたやつを使ってます。アクリル絵の具に関してはもう筆をもうポイとか置いとくともうすぐ赤になるから、そこはちょっと注意してくださいね。水をしっかりつけてですね、保存しておくというような気持ちでいてください。やっぱ全然違いますよね。やっぱね。まだ眉毛とか描いてませんけどね、お化粧のまつげとかペンと描いてくるとだいぶ女性の絵って変わりますので、今もチャーミングですけど、もっとこの大人っぽく凛々しくなりますのでね、まつげとかね眉毛とか描くことによって、そして紅とかをね、紅って言いませんか？私は紅って言うんですけどねっていう感じで、顎のラインとかを少しですね、写真よりはちょっとこうシャープにしたりとかしてます。その魚眼レンズっぽさみたいな、この辺りの高さから撮ってるって感じなのかもしれないね。ということで少しここで初めてリキテックさんの白を、ちょっと厚くも塗れるかな。ジェストよりはですね、モデリングペーストほどではないけどちょっと厚くも塗れるし、不透明感は強いかなっていう感じがします。ジェストよりもね。っていうので、少しこういうのも入れながら少しこうハッチング的な感じで、ちょっと毛がってなってるので、最終的にはどんどん細い筆を使っていくんですけども、そういう風にこう筆の種類とかもこうちょっと変えながらやっていくんですね。私の場合はですね。でヒュー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 とこう髪の毛とかも描いていってます。周りの洋服とかはもうほぼねあまりこうノータッチでいきますけど、でこういう白い線みたいなのも真っ白じゃないです。ちょっとグレーです。ちょっとグレーぐらいとか、そしてブルーに寄せていくこともあれば茶色に寄せていくこともあります。それは状況とか環境によったり、髪の毛とかの色によったり、この方はやっぱかなり黒髪やと思うんですけど、周りがちょっとこうね、車の中っていうのが外側の光かなんかでちょっと青っぽく光っているように見えたりしました。っていうところとかもやっぱりこうその環境によってそういうのが変わってきますので、そういったところもちょっと注意しながらやってください。そして、この辺っていうのはもうかなりこう目とかも光の当たってる方の白目と影の方の白目とちゃうでしょ。影の中の光の当たってる方角的にこっちから光がちゃうでしょ。っていうことも意識しながら、そして目の中のハイライトっていうのも眼球の中にこうね光がこう入っていて、そしてピアスはシャレとるピアスですわね。私もやろうかなピアスね。もうカッサカサや、乾燥肌でカッサカサやからね。
やってもいいかもしれません。そしてメガネのハイライトとかもちょっとこう入れていくとね、素敵なメガネですよね。学生さんなんかね、ようわからんけどね。なんかやっぱ僕もこうね、やっぱりいろんな、もう本当になんかまだまだこう やりたいことがまた増えてきますよね。外国人とか思いっきりちゃんと。でもね、それは実際にこう、自分でやっぱ撮影とか、本画っていうかね、個展とかに出すようなやつやったらばですね、デッサンとかもしたいな思いますもんね。アメリカの方なのかな、そこまでちょっと聞いてないですけどね。でちょっと細かい描写とかを少しやっていって、完成の方に最後は眉毛とかもね描いていきますのでね、それでようやく背景ぼちぼちやらんといかんなと。人の肌が面白すぎたんでこうね、だいぶ時間やりましたけど、後ろなんとなくこう車の中かなぐらいの感じで、この辺りっていうのはかっこよく収めてやろうかなぐらいの感じで、あまりこう無理せず背伸びせずぐらいの感じにやっておきました。この辺ベベベベッと塗ってですね、で最後はもう本当にこう眉毛とかを描いたりとか、もう後ろとかねだんだんと画面をこう構成するかのごとく、何もいじってなかったところからちょっとこう少しこういじっていって、構成をするという感じで、洋服とかもですねそんなにこうしっかり書き込みすぎないというか、そのあたりでとどめつつ、向こうから見えてる光とかも入れつつという感じでございます。少しこう洋服のこうテカテカっとしているのも両方一生懸命描くんじゃなくて、片方だけでも描いてあげようかなとかっていう風にして、ちょっとこう強弱をつけたりとかしていきました。で髪の毛とかも最後こうですね、面相筆の細い筆とかを使ってヒュル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 とこう描いていってます。ヒュルヒュルヒュル細い線ですね。こういうの水の量とか、あとはこれジェストの方でやってるかもしれませんよね。でちょっとこうブルーがからせたりとか、一回これね眉毛ね白いので、要はK の眉毛の隙間まず描いといて、で後からこう暗いので描いていきました。何をしとんねんって感じですけどね。この辺りとかもハイライトちょんと入れたりこうですね。これも1時間、ちょうどですね、ドライヤーで乾かしてる時間は抜いたりとかしてますけども、くっつけたら大体1時間ですね、見てるとね。で最後こうハッチングと呼ばれるものをしながら、やっていきました。人の肌もこうね、微妙な人の肌がこううまくできたんじゃないかなと、初めの頃から考えてみるとね、これぐらいで、どないでっかっていう感じですね。こういうところはハッチングと呼ばれる作業をしていってます。まだ眉毛も描いてへんね。まつげ若干描いてますね。こういうところもハッチングといって、こうアクリル絵の具って乾くのが早いからグラデーションっていうのをつけにくいんですね。だからちょっと微妙な変化とかをつけるためにはこういう線を重ねていくような、ハッチングという、これだったらクロスハッチングみたいな感じですけど、こう線をやっていく、テンペラ絵の具とかフレスコ画みたいなちょっとイメージでこうやっていくことが、写実的には描くにはそういった方法がいいんかなというふうに、そういう方法もありますよということでございます。ということで今回はですね、キャンソン市に描いた動画でございましたけども、洋服とかを描いて、以上といたしました。どうだったですか？面白かったですか？皆さんの感想よかったらこうコメント欄にいただければと思います。それであとは皆さんがやってほしいリクエストとか、大体やってきたからですね、だからリクエスト受けてもなんかね、これやりましたよとか言ってショックを受けたりするかもしれませんけど、よかったら遠慮なくしていて、悪気は全然ないんです。悪気は全然ないんですけどね、ぜひぜひいただけたらなというふうに思います。コメントはもう全然遠慮なく嬉しいのでですね、もうおっちゃんもこんなん皆さんの参考になればとか、人物が描くの苦手やとかねいう人のためにこう頑張ってやっておりますので、よかったらですねコメントとかいただければと。眉毛描いたっけ？どっかのタイミングで描いたっけ？まだ描いて、今ですね、すみません、ようやく眉毛を描いていきましたね。こう最後ちまちまと書いております。最後までよかったらご視聴いただければと思います。ということで、解説以上です。細かい描写最後していきますよ。それでは。まずピピピピいいですか？ OK。 ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。途中段階で思い切ってこのぐらいバンと入れてみて、青い色とか入れてみて、途中で思い切った変化をつけることによって、作品っていうのは深みが出てきますので、よかったら皆さんもチャレンジされてみてください。このやり方はそんなに大きく失敗しないかなと思いますので、ぜひぜひ、頑張られてみてください。それでは本日もありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。今年もよろしく。2号の